はいよ。いいよ。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバボのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはい。どうしたんだよ、いたわ。藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、グレーのグーちゃん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はーい。カニタンさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は参ったよ。クロームにやられました。クロームにやられまして。今日はな、昨日ライブ休んじゃったから、今日はライブやろうかなと思ってさ、早々からさ、ライブのお知らせさ、立てたつもりでいたのにさ、で、ライブはね、Chrome でしかできないわけよ。で、Chrome 立ち上げたらさ、そのね、ライブの予定がさ、ないわけよね。で、あれ、ないよ、と思って。で、サファリの方で確認してみたんだけど、やっぱりね、あるんだよね。で、ね、待機中だしさ。だけど、サファリでは配信できないわけ。で、Chrome でしかできないのに、Chrome にはないわけ。これどうしよう。ライブできないんだけど、と思ってさ。で、もうなんだろう、新しくね、新しくっていうか、その予定してたやつと違う枠で立ち上げるしかこれないのかなとかって思いながらさ、まあひとまず一旦再起動して、そんで立ち上げてみたら、まあなんとかだったよっていう感じでね、本日もぐずぐずな感じで、お届けしている感じでございますよ。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。ななちゃん、映ってないけど。ゆりたん、ジャスティス。今日はお湯。
ね、今日はもう時間ないお湯って感じでね、カップにお湯をジャーっと注いで、始まった感じでございますよ。うん、やっぱ鰹節かけると食べるっていうか、まあね、残りはちょこっとだったんだよね、カリカリはね。でも残ってるからさ、そのままね、揚げましたっていう感じ。てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。カニタンさん、ジャスティス、野菜ジュースでなんか健康的でございますな。ぴょんさん、藤子さん、皆さん、ジャスティス、ありがとうございます。で、どうすんだったっけか。言い訳したからもういいや、みたいな気になってるよ。で、今日は寒かったんだな。今日も寒かったよな。今日も寒くって、今日は木曜日か。木曜日だからゴミ出しはしないといけないと思って、ひとまずゴミ出しはしたじゃんか。で、晴れてるからね、洗濯しようと思って洗濯したじゃんか。で、今日は農協やってっから、で、大根ももう食べきっちゃったしね。白菜でもまたね、売っててくれるといいなぁなんて思って、農協に行ってみて、で、今日はオレンジ色のものがね、見えたわけよね。で、今日は人参があるかなっていう感じだったんだけど、人参な、あんまり安くないから、どうかなと思ったんだけど、案の定今日も人参は200円だったので、200円かと思ってね、そこまで人参が大好きなわけじゃないからっていうので、で、あとね、今日はね、菜の花があったんだよね。で、菜の花があったから、まあ、あんまりね、菜の花がいつも並んでるってことはないので、じゃあ、たまには菜の花でも買うかねと思って、菜の花は100円だったんでね、今日は菜の花買って、菜の花のスープにしてね、で、菜の花だけじゃあれだと思って、狭いかな。ごめんな。どういうな、これもからね。で、スーパーに行って、スーパーはやっぱりね、全然30%引きのシール、なんか白菜とかに貼られてたらいいなと思ったんだけど、玉ねぎには貼られてたんだけど、なんか今別に玉ねぎって気分じゃないんだよなと思ってね。だから、どうしよう、納豆買うかと思って、今日は納豆を買ってきましたよって感じでね。なので、玄米を水につけてあったんで、お昼は玄米を炊いて、で、その前にね、すっげえお腹が空いて、お腹が空いて、どうしようもなかったんだよね。なので、納豆買ってきたから納豆食べようと思ってね、納豆食べて、で、菜の花のスープはさ、あっという間にできるからさ、で、寒かったんでね、じゃあそれも飲んじゃえと思って、結局ご飯が炊ける前にね、もうご飯以外の納豆と菜の花のスープは飲んじゃってな。なんかもう満足。お昼食べる前に、なんかもう満足かもしんないなって思ってね。まあでもせっかく納豆じゃない、玄米な、水につけてあるから炊こうと思って、玄米炊いて、その後結局納豆ご飯にして、で、半分食べてね、で、残った半分のご飯を、菜の花のおつゆに入れてな、夕飯はおじやにして、いつも通り、かさ増しして食べましたよって感じな。で今日はさ、食パンと格闘したの。今日は食パンと格闘しましたよ。ぴょんさん。鰹節だと水分取られちゃうから食べにくくないのかなね。だから花かつおなんでさ、ふわふわしてるやつなんで、それだとちょっと食べにくいだろうなと思って、潰して粉々にして、で、揚げてるのよね。だから結構食べてる感じかな。ぴょんさん。菜の花スープ、
春の香りいいなね。なんかあんまり香りはわかんなかったけど、香りはあんまりわかんなかったけど、菜の花か、そうだよな。だってもう、なんだっけ、立春だっけ来たんだったっけだから、もう春ってことだよね、と思ってさ、もうみたいな感じよね。ね、天玉さん、納豆は間違いないですね。そうそう、納豆食べれば、とりあえずひとまずね、お腹が空いて、どうしようもないのはね、とりあえず一旦収まるんでね、納豆あるときは、納豆食べるんだよねって感じ。そうだ、納豆買ってきたから、これ食べりゃいいやと思ってさ、ねえ、天玉さん、菜の花の天ぷら食べたいな。ね、美味しいだろうね。美味しいだろうね。天ぷらうまいよな。野菜の天ぷらうまいよな。で、今日は食パンと格闘したのは、ね、この前、天然酵母で作ったね、ホームベーカリーで作った食パンがぺっちゃんこでさ、で、えっと、天然酵母がな、香りが強いんでさ、全然乳製品なんか使ってないのに、まるで乳製品をたっぷり使ったかのような風味のする食パンがね、できて、で、それをさ、食べきったんでな。で、昨日はね、出かけたんですよ。で、昨日はね、帰りのね、バスがなくてね、帰りが遅くなっちゃったんでね。で、ライブ始めらんなかったのね、みたいなね。まあ別にライブの時間までには帰ってきてんだけど、にゃんこのお世話がいろいろとあるんでね。なので、ちょっとバタバタするんで、ライブは、急遽お休みさせていただきまして。でね、何の話だっけ？食パンの話だったな。で、食パンな。で、その天然酵母が1袋で9グラム入ってるわけ。で、1回に3グラム使うんだよね。だからこれ3回使えるなと思って、で、強力粉がね、国産の北海道産の、強力粉をね、使うんだけれども、それが1キロ入ってるわけよね。1キロ入ってるんで、333グラムずつでね、あの、使ってるわけ。3回に分けて使って作ってるんで、で、その天然酵母も3分の1ずつ使えばちょうどいいわと思ってさ、買ったわけよね。で、この前1回分がさ、使ったけれども全く膨らまなくて、ね、もうなんだろう、味だけはすげえチーズっぽいような、めっちゃなんか洋風な香りがするものがね、できたんだけど、で、今回はさ、ね、それ食べ終わったんで、で、ちょっとでも膨らませたいと思って、この前膨らまなかったのは、まあ寒かったから、ぬるま湯でちゃんと作ったはずなのに全然膨らまなかったということは、ね、寒かったせいかなと思って、で、その天然酵母をさ、今度はぬるま湯に溶かしてから作ったんだよね。そしたら、この前よりはちょこっとは膨らんでたんだけど、パン一斤とはちょっと呼べないぐらいのね、やっぱりこんなぺっちゃんこの、食パンが出来上がっちゃったわけよ。これダメじゃんと思ってさ、だってピーナッツ塗って食べたくて作ってんのにさ、ピーナッツクリーム塗れないじゃん。これじゃあさ、と思って。で、もうね、で、ヘンテコリン食パンも、ヘンテコリンサンドも作れないわけじゃん。だからヘンテコリンサンドも作れない。これダメじゃんと思って、もう今日はちょっとこの天然酵母にケリをつけたいと思って、じゃあ分かったと思って、発酵時間がきっと天然酵母だからな、足りないんだろうと思ってさ。で、そのホームベーカリーで一番時間がかかるのが、全粒粉パンモードなんだよね。で、全粒粉パンモードが4時間半ぐらいかかるわけ。4時間半ぐらいかかるんだよね。で、すでに食パンもね、3時間ぐらいかかるんだよ。
約3時間ぐらいかかるんでさ、10時ぐらいに始まって、1時ぐらいに焼き上がったんだけど、もうこんなん出来上がって、ピーナッツパン食べれないじゃん、これと思って、ダメじゃんと思ってさ、もうこれは天然酵母に切りをつけたいと思って、もう再びそっからもう一回、もう一回もうどんだけパン食べんのっていうくらいね、最近パン食べまくりなんでね、もうお腹がボヨンボヨンだよって感じなんだけどさ、それでもう一回ね、で、今度は、溶かした上に、その全粒粉パンモードでね、時間長めにして焼けばおそらくできんだろうと思ったらさ、まあね、確かに最初に作ったこれよりは倍ぐらいの高さにはなったけど、倍ぐらいの高さにはなったけど、これ一斤とは呼べないじゃんか。これダメじゃん。またこれもさ、ピーナッツ塗れないし、ヘンテコリンサンド作れないし、もうダメだ。諦めた。天然酵母はダメだ。天然酵母ダメだっていうね、結論に至って、あと一袋あんだけどな。あと一袋あんだけどさ、と思って、もうあれは永遠に備蓄として、もうね、取っておくしかないかな。その前に強力粉がもうないんだけど、みたいなね、感じだったけどさ、そんなわけで。まあ味は普通に美味しいんだけどね。味は普通に美味しいんで、ついついね、なんか口寂しくなるとそれ食べてしまうんで、案外すぐなくなっちゃうんだよね。案外すぐなくなっちゃうんだけどさ、ピーナッツがずっと残ってる。ピーナッツ塗れなくてずっと残ってるからさ、もうちょっと、みたいな感じなのね。菜と間違いない菜の花の天ぷらうまそう。カニタンさん、菜の花のソテーなら、さっき食べました。おー、みんな菜の花だね。春来てんだね、やっぱりね。天玉さん、ソテーにしてしまうとは、さすがカニタンさん。リオンさん、さつまいもの天ぷらに一票。カニタンさん、いや、外食です。そうなんだ。外食で菜の花の、ソテーがあったんだ。へえ、なかなかないよね。外食で菜の花のソテーってね。自分で作ったのかと思ったよね。カニタンさん、今日はズボラの日だったので、おー、いいね、ズボラの日ね。私は毎日ズボラの日だ。嬉しいな。てんたまさん、ピヨンさん。ナルト金時かな。の天ぷらは甘くて美味しいですよ。ああね、美味しそうだな。甘そうだな。カニタンさん、天ぷら食べたい。いろいろな、ね。天ぷらうまいよな。やばいよな。昔は食べれなかったんだけど、子供の時は天ぷらってさ、胃もたれしちゃうんで、全然食べれなかったんで、天ぷらは嫌だったんだけど、今もういくらでも食えるぜ。なんでこんな子になっちゃった、こんな子、こんなおばちゃんになっちゃったのかなっていう感じなぐらいによく食べるんだよね。ブラックホールを飼っています。てんたまさん、膨らまないと硬い食パンになるんですか？はい。だから最初のぺっちゃんこのやつは、まるでこれチーズですかっていう感じだったんだよね。だからもう薄くスライスしてさ、それこそなんかほんとチーズみたいな感じだったんだけど、今日ね、最初に作ったのは、ちょっと膨らんだおかげでね、さすがにね、パンだなっていう感じ。チーズではない。チーズではない。ちゃんとパンだなっていう感じはあったんだけど、ただやっぱりちょっと、これじゃあさっていう感じなんでね、もうちょっとちゃんとできるかと思ったらダメだったね。いろいろな。ぴょんさん、てんたまさん、ナルト金時ってさつまいもの種類でしたっけ？確かそうじゃなかったっけ？てんたまさん、そうです。徳島産のさつまいもです。
ああ、もうさつまいも大好き。やばいさつまいも。なんなの？カニタンさん。米粉パンも膨らみがいまいちです。そうだね。米粉はグルテン入ってないからね。米粉だけで作ろうとすると膨らまないよな。ピヨンさん、なるほど。ナルト金時のスイートポテト食べた。うまいだろう。すげえな、みんなな。発想が素晴らしいな。テンタマさん、ナルト金時の天ぷら。カキの天ぷら。エビの天ぷら。いろいろな天ぷら食べたい。ですね。ね、もうみんなも、胃袋にブラックホールを買うといいよ。ピョンさん、あれ配信止まっちゃったよ。私のとこだけ、あ、マジか。やばいな、なんかな、YouTube なのか、Chrome なのかわかんないけどさ、やめてっていう感じな。カニタンさん、こっちは配信大丈夫です。よかったよ。テーターさん、ピョンさん、ナルト金時のスイートポテトは、徳島で一番売れてるお土産ですよ。さすが。やっぱそうなんだな。さつまいもなんなの？うまいよね。てんたまさん。香川県、善通寺市に、片パンというめちゃめちゃ硬いお菓子があります。お菓子なんだ。へえ。ねえ、もう硬いもん食べれないよ。もうね、硬いものが食べれない年頃になってきた。もう歯が弱いのよね。ダメなの。歯が負けちゃって、みたいな感じで。もう私はこれから流動食しか食べれません。どうしましょうっていう感じよ。で、今日はパンと格闘してたでしょ。で、あとさ、またさ、勢いで。もう私の勢いやばいよね。もう勢いでさ、今度はさ、ソラシドエアのなんか格安の、えっ、と、航空券が販売してたわけよね。もう勢いでさ、だってなかなかその値段で飛行機乗れることはないでしょうと思ったんでさ、申し込んだよね。申し込んだよね。でね、ソラシドエアってどの辺行くのかなって全然知らなかったんだけど、この前ほら、羽田のさ、レストランでランチしたじゃんか。その時にね、そこにソラシドエアのさ、なんだ、搭乗受付かなんかが、あったんだけど、どうもね、宮崎とか九州方面っていうの、西日本方面っていうのになんか行く飛行機みたいなんだよね。で、それで、沖縄にも行けるんだけど、で、まあ確かに沖縄の動画撮った方のが、再生回数は稼げるんだろうけど、稼げるんだろうけど、ただ沖縄2回行ったからね、一度も行ったことないところへ行きたいじゃんか、とりあえずと思って。でね、どこに行っていいかわかんなかったんだよね。全然ね、どこに行ったらいいのかわかんなかったんで、ただ、あれだ、食べ物で言ったら、カステラカステラと思ってね。長崎と思ってね。だから長崎に行ってみることにしたよね。で、なんか、宿泊しなきゃダメなのかなって思ったんだけど、なんかね、日帰りできそうだったんで、およしやと思ってね。なので、朝一の便と、いけんのかな、これと思いながらさ、ヒヤヒヤしながらね。朝一の便と、夜のね、終わりの便と、みたいのでね、申し込んでみたんだよね。長崎か。皿うどん、ちゃんぽん。皿うどん、ちゃんぽんって長崎？あとなんだっけ、宮城と、九州って熊本と、あと何がある？
なんか5、6個あったよ。で、沖縄も入ってるでしょ。沖縄、大分か。大分だから、大分の温泉にするか、温泉にするか、宮崎なんだかわからないなと思って。イメージがあるのは、長崎のカステラか、熊本のくまモンか、大分の温泉か、どれかだなと思ってね。で、カステラにしたわけ。皿うどん、ちゃんぽんもあるかよかった。いろいろありそうだな。そんなになんか食ってばっかりでどうすんだいっていう感じなんだけどさ。でね、今度はね、6月に申し込んだんでね、もう気温は寒くないからさ、観光できんじゃんって思ったんだけど、ただ、6月か、梅雨ね、梅雨ね、と思って、これ天気大丈夫かねみたいなね。そんなことになってるよね。っていう感じで、今度は勢いで、長崎か。長崎申し込んでみたいなね。それまで生きてるか、なんとか、実行したいけど、みたいな感じ。長崎か、皿うどん、ちゃんぽん。天玉さん、坂道が多い。あ、そうなんだ。坂道多いんだ。この辺もさ、坂道多いわけよ。だから自転車邪魔なのね。まあ最近はね、なんだっけ、電動自転車っていうものがあるからね、それを使いこなせばいいんだろうけどさ、とにかく私は壊れた電動自転車で痛い目にあったんでさ、この辺ね、自転車使えないのね。坂道多いのか、この辺と一緒だな。カニタンさん、私も学会が長崎であります。重なるといいな。ご馳走してもらおう。違うか。仕事中だからそんな暇ないか。ピョンさん、皿うどんやめて、お腹空いてきたな。皿うどんってまた。美味しそうだな。野菜が美味しそうだもんな。皿うどんってな。ピョンさん、大分なら鳥天。そうなのか。ね、温泉しかイメージなかった。温泉しかイメージなかったけど、鳥天っていうものがあるんだね。大工さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。てんたまさん、大工さん、こんばんは。てんたまさん、ぴょんさん、鳥天はこちらのうどん、屋さんでも大人気ですよ。ね、なんか鳥天、うどん屋さんにあったりとかするよね。ね、だからそういうイメージがあったけど、そっか。あれ、鬼ヤンマだ、鳥天は。鬼ヤンマ、うどん屋の鬼ヤンマに鳥天があったんだな。そう。で、昨日だったっけ？昨日成田空港に行ったんだけどさ、昨日成田空港に行ったんだけどさ、そこでだったかな。なんかどっかでね、鬼ヤンマ見たんだよな。いや、あれとかって思って、それ五反田にしかない店だと思ってたんだけど、なんかね、もう一店舗あったんだよね。じゃあ、鬼ヤンマだなっていうふうに思って、そっちの方がお店綺麗だったんだよね。だから食べんならこっちの方がいいな。食べんだったらこっちがいいなと思ったんだけど。で、そのお店はやっぱりね、えっと、愛媛、違うか高松出身の人が、作った店なんだよね。だから本場のうどんが食べれるみたいなお店で人気があるみたいなんだけど、まあ、五反田の鬼山さんもびっくりするわけよね。どうも2階に食材があるみたいなんだよね。で、ひっきりなしに入ってくるからさ、お客さんがずっとウェイティングしてるからさ、なくなると上に取りに行くみたいなんだけど、調理場なんだよ。調理場の上に登ってって、で、取るわけよね。
だからなんかもう、ちょっとってなる感じがあるんだよね。で、昨日かなんか見た鬼山あったと思ったんだけど、そこは普通にちゃんと店舗っていうのかな、なんかカウンターで座って食べれる感じだったんで、こっちのがいいなとか思ってみたいなね。そう、鶏天あるよね。ピヨンさん、天玉さん、うどんに鶏天合う。なんでもうまいよな。なんでもうまいよな。で、あと何の話すればいいんだっけ。ロットカードタイムに行くか、このまま話し続けるかみたいな感じだな。まず、ロットカードタイムで見るか。そうだからさ、もう青森は2月だし寒いし、っていう感じがあったけどさ、長崎はさ、6月だからあったかいし、ね、南の方だからさ、もうウキウキだよ。で、しかも移動がね、なんだ、2時間でしょみたいな感じで、ね、日帰り、どっちも日帰りかできるからさ、もうなんだ、ウキウキだよ、みたいなね。たださ、青森ね、今なんか春節で中国人がめっちゃ日本になんか来てるらしいんだけど、ただ不景気で、なんか例年に比べると、まあ少ないらしいけど、でも今ね、日本に中国人がいっぱい来てるらしいんだけど、それがなんか知んないけど、青森にすげえ来てるらしいんだよね。青森の人口よりも多い中国人が来てるらしいんだよね。だからそんなに人気ってことはさ、何目当てで来てんだろうっていうのが気になって、気になってっていう感じなんだよね。ねえ、で、まあ、多分その映像というか写真を見る限りは、ねぶたかなの、飾りがあるところと、あとは、リンゴのなんかお菓子かなんかと、で、あとやっぱり海鮮だよね。そうだから青森行ったら確かにさ、ねえ、海鮮食べたいじゃんって思うんだけど、寒いじゃん。寒いじゃんとかって思って、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ストップのご協力よろしくお願いいたします。てんたまさん、そうそう、青森は中国人が殺到しているらしいですね。そうなんだよね。だから何にそんな魅力を感じて殺到してるのかっていうのが知りたいんだけど、ただまあね、やっぱりね、豚とリンゴと海鮮っぽいからさ、で、私がね、散々下調べしてたのと同じだな。なんでかなみたいなね。何が、なんか雪とかって言ってるけど、中国だって寒いじゃんね。雪別に降るだろうと思ってさ、そんな雪珍しく中国人はさ、ないんじゃないのって思うんだけど、なんかね、雪がいいみたいな話らしいからさ、へえ、そうなんだ。でもちょっと納得いかない感じなんだよね。ね、天玉さん、雪景色が魅力的らしいですね。ね、なんかそんなことが書いてあったけど、本当に本当にそれ目当てなんか雪降らないさ、国の人が、ね、雪が見たいっつって、その日本の雪国の方にね、行くっていう話はまあ昔からあるからさ、それなら納得がいくんだけど、中国人はさ、だって中国だって雪降んだろって思うんだけど、中国降らないのかなもしかして。なんか地形が雪降らない地形なのかね。なんか緯度的にはほら日本とそんなさ、大して変わらないわけだからさ、降るんじゃねえのとかって思うんだけど、地形でもしかして降んないのかね。そうだよね。中国って水がないんだから、そう考えると雪降らないって言われても、ああ、そうか、みたいな感じもするかな。
で、そうだからさ、青森行き決定しちゃったわけよね。支払えたんだよね。昨日無事支払えたんだよね。それもまあ、吸ったもんだしたというか、私的にはよう頑張ったなっていう感じなんだけどさ、受け取りな、受け取りどこなら行けると思ったんだけど、昨日成田空港行ったからさ、で、成田空港に JR もあったわけよね。で、緑の窓口なのかな、あれ。があったんで、もうめっちゃ並んでたけど、どこもかしこもね、もう旅行客ですげえね、行列作って並んでんだけど、もうね、寒くて移動したくないから、ここに行くしかないと思ってさ、その列並んでさ、スイートップ。スイーツの話してたもんな、そういえばな。なんだっけ、列に並んで、で、そのね、駅で受け取りのやつ、キュンパスしたいんだけど、ここでできますかって言ったら、券売機でしか、なんか、新幹線の指定席の券売機でしかできませんって言われて、えー、新幹線の券売機使ったことないからわかんないんだよね、と思って。で、あそこにある5台の券売機でできますって言われて、とりあえずできるならいいかと思って、わかりました、ありがとうございます。つって、またそこがすっげえ並んでるわけよね。みんなね、新幹線でどこ行くつもりなのか知らんけどさ。めっちゃ並んでるわけよね。で、5台あるっつうのに1台発売中止になっててさ、4台しかないわけよ。おい、早く直せ。早く直せよと思いながらさ、並んでたわけよね。で、その機会でもさ、まあね、格闘したんだけど、結局支払えたんでさ、あの、発見したんで、発見しちゃったからね、もう行くしかない。もう行くしかないみたいなことになってんだよね。だから来週は奇跡的にさ、なんか気温が高いみたいだけどさ、まあ青森は知らんけど、来週はね、奇跡的に気温が高いみたいなんだけど、だから来週はね、予定がいろいろあるんで、お客さんがね、いろいろ来るんだよね。だから出かけらんないんだけどさ、みたいな感じなんだけど、再来週はどうなのかね、2月だからね、どうなのかね、みたいなところがあるよな。てんたまさん、中国は空気が汚いので、青森の澄んだ空気も魅力的なのかも。なるほどね。確かに空気は全然違うかもしれないね。そうだね。カニタン、スイートアップ。大工さん、はい。LINE でリアストップ。ありがとうございます。では、皆様からストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード。今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おーっと、デビルのカード出た。デビルのカード出たね。ズボラデーだから。今日はカニタンがズボラデーだから、デビルのカードが出たな。ズボラカードのデビルのカード出まして、カニタンさんがっていうか、私もだけどな。ズボラデーだからな。ピョンさん、国鉄時代からの伝統。国鉄時代からの伝統。発見機が並ぶっていうやつ。天玉さん、寒くてもいいから、北国行きたいな。確かにな。まあ寒いんだったら、どうせだったら体験したことのないぐらいの寒さをね、まあ体験すればいいのかもしれないけど、お金出してさ、観光に行くのにさ、ねえ、ここより寒いの、ちょっと。ねえ、申し込んだくせにな、文句ばっかり言ってるよ。ビール。
デビル、タロット。でもこれ逆位置だから、逆にいい意味バージョンだった気もするな。どうだったっけな。悪魔。正位置は誘惑。逆位置なら改善を試みる途中。基本的な意味やキーワード、はい、お願いします。基本の意味。悪魔は人間の心に潜む弱い心を表すカード。裸の男女が鎖につながれ悪魔の前に立っています。これは恋人のカードにも書かれていたアダムとイブ。二人が蛇の誘惑にそそのかれて知恵の実を口にしてしまったため、悪魔に捕らえられた姿だと言われています。一つ前の節制では、理性的に自分をコントロールする姿が描かれましたが、ここではいとも簡単に自分に負けてしまう人間の弱さを伝えています。はい。食欲に勝てません。また15にナンバーを持つタロットである悪魔のカードは、打り弱さだけでなく、繁栄の可能性があることも伝えています。悪魔に書かれたシンボルの解釈。右手、私利私欲、自らの力を誇示している悪魔、落ちる、しがみつく、溺れる、怠け心、下を向いた日、エネルギーダウン、鎖、支配、囚われる、自立心の欠如。逆位置。構成。強い意志があれば、どんなに深い谷底に落ちたとしても這い上がって、太陽を拝むことができる。悪魔の逆位置の意味は、心を縛っていた悪い考えから解き放たれ、心境も状況も好転する状態を表します。ただ、別の誘惑に流されてしまわないように気をつける必要もあります。キーワード。改善を試みる。強い意志で断ち切る。吉兆。立ち回り。回復する。打ち勝つ。執着を手放す。読み解き別。読み解き例。恋愛。泣かされる相手から離れる。仕事、再起のチャンス、改善策、対人、より良い関係を目指す。決断、良心に従った判断ができる。キャラクターに当てはめて読み解く逆位置。精神的な弱さはあるものの、自分の弱さと立ち向かう勇気を持っている。自分の過去や内面に負い目を感じている。自分の、環境から抜け出したがっている。深読み。悪魔に書かれるアダムとイブは確かに悪魔の鎖につながれています。ただ二人の首元を見ると頭を鎖の輪から外せそうなほどに緩い状態。しかし二人は逃げようとしません。これは囚われているのは肉体ではなく精神であることを物語っているのです。まとめ。ぎゅっと心を捉えられる状態を表すカード悪魔は逆位置なら、呪縛から離れて自立しようとする意志を表すカードでした。悪魔は人間の心には弱い一面があると伝えています。逆位置の場合は自分をコントロールすることができるのだと信じてください。てなわけで本日のタロットカードの意味調べるの会は自分をコントロールすることができるのだっていうねカードでございました。はい、楽しんでいただけてたら幸いでございます。ピヨンさん、温泉で極限まで暖かく、熱蓄えて雪にダイブしてみたい。露天風呂でできんのかな、それってな。てんたまさん、人間雪だるまですね。ピヨンさん、心臓に悪そう。
でも、あれじゃないの、サウナの後の、水風呂的な感じじゃないの。私、あれできないけど。あれできないけどな。すげえよな、あれな。でも、あれやらないと意味ないんだっけ？だったらサウナなんかやんなくていいよとか思うんだけど、まあ、一通り全部経験しようと思ってさ、サウナもまあ入るんだけど、サウナの後の水風呂は、だから入ったことないな。水風呂は入ったことないな。あれな、できないと意味ないんだっけか？いや、できんな。で、あとは今日もう一個すればさ、勢いで、もうこの勢いで申し込んだれと思ってさ、この勢いで申し込んだれと思ってさ、もう一個さ、なんかクラブツーリズムのなんか年会パスかなんかね、実質無料とかっていうお知らせが来てたわけよね。クラブツーリズムかと思ってさ、ね、なんかあんまりいい思い出がなかったし、で、そのね、年会、パスかなんかもうさ、なんかあんまり魅力的な条件ではなかったんで、いらねえよって感じだったんだけど、まあ実質無料ならいいかと思って。実質無料ならいいかと思ってさ。で、それが年間6000円で、一括払いの時は、適用されるっていう条件で、まだね、なんか5日以内にお返事が来るっていうことらしいんだけど、申し込みだけね、もうこの勢いで申し込んだれと思ってね。でも申し込んだんだけどさ、それだと、なんか3000円のツアーがあって、その申し込んだ人、それに申し込んだ人はね。で、それに、申し込めて、で、なんだろう、その6000円なんで、3000円のクーポンが、2つ、送られてくるだか、なんだからしいんだよね。それで、自分が参加したいツアーに、その3000円分のチケットを使って申し込めるよっていうことらしいんだよね。たださ、そう、クラブツーリズムでね、なんだ、行きたいツアーそもそもあったかなと思ってさ、申し込んだ後に、探してみたんだけど、ただ今ツアー自体がそんなに種類ないんでね、まあわかんないなと思って、その1年以内の間にね、あ、これ行きたいなっていうのがね、あるといいんだけどな、なんて思いつつ、今日は勢いでしたね、今日ね。雪にだいぶ、そう、温泉で温まったわけじゃないんだけど、雪に思いっきりダイブしたことあるんだ、小学生の時さ、ランドセル背負ったままな。あの、なんか、学校帰りだったから、学校帰りじゃなかったのかな、行きだったのかな。これから学校行くっつのにダイブしたんだったっけな。いや、母親が見てた気がするから、帰りだと思うんだよね。だからね、学校に行ってる間に、雪が積もったんだと思うんだよ、相当さ。で、帰りにね、だからまだ誰も、あの、なんだ、その踏みしめてない場所が、辺り一面にあったわけよね。だからランドセル背負ったまんまさ、寒いのは苦手だけど、なかなかそういう状況ってないんでね。だからね、思いっきり雪にダイブした経験一回あるなっていうことは覚えてんだよね。で、それをやったらたまたま母親が、ちょうど見てて、アホなことやってるよっつって呆れられて、誰も見てないと思って、今だと思ってさ、しめしめと思ってさ、ダイブしたのにさ、母親が、まあ母親だからよかったけどさ、全然知らない人よりはさ、逆かな、知らない人だったらまあ別にいいけどだったのかな。なんかでもう見られて、アホなことやってるよっつってね、
なんか言われたなっていうことを覚えてんだけどね。雪だるま心臓に悪そう。てんたまさん、サウナ5分、水風呂を3回繰り返すと効果があるらしいですね。ねえ。できないけど。サウナ5分はまあいいとしてよ。水風呂は無理。てんたまさん、北に南にすごい勢いでしょう。何なんだろう、これっていう感じな。何の流れ来てんだろう、これっていう感じよ。ね、てんたまさん、雪にダイブして、漫画みたいな人型作りたい。そうそうそう。それをやったわけよね。それやったわけよね。そしたら見られてたよ、みたいなね、感じでございました。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。この姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。